和室と洋室を大工さん2人で同時にリフォームしています。前回、和室の畳をフローリングへ。そして洋室は既存の床の上からフローリングを重ね張り。いやー、これあかんよ、アウト。何しとんの俺。さて今回は壁と天井工事、そして建具取り付けから完成まで一気に仕上げていきます。果たして無事に終わるのでしょうか。作業中に降り出した雪は翌日も降り続きました。このままだと現場に行けないと心配する暇もなく青空が広がり、一気に雪が溶けていきます。四駆のハイエースで雪の道を走ってみたかったのに、作業台には 5.5 ミリのベニヤ板がぎっしり。和室の新壁と洋室の大壁にクロスの下地として使います。ベニヤ特有の木の香りが現場全体に広がっています。和室の新壁に壁紙を直接貼ることは基本的に NG。DIY などで直接貼るのを見かけることもありますけどね。今回のように土壁にベニヤ板を貼る工法は、寒暖差の激しい地域や湿度の高い地域、そして気密性を上げたいお家では、結露が心配なのであまりおすすめできません。リフォームの世界では賛否が分かれる工法です。隣の洋室の壁は清水さんが担当します。俺もこれやったよ。なんかね、いいと思うよ。このうちなんか結構精度がいいね。家硬いじゃない。硬いでないね。そう。なんか珍しくない。床から置いてみて全部あれろ。ポンと置けるやん。置ける置ける。柱が基本的にまっすぐや。直角や。築何十年経っとるの。昨日取れたもんね、これ。オッケー。昔の洋室によくあるプリント合板の壁。個人的には結構好きなんですよね。あの木目が昭和の雰囲気がして、ちょっとコーヒーの香りがしそうで。ですが、ほとんどの方がこの薄暗い木目の部屋よりも明るいクロス仕上げの部屋を好まれますね。実はベニヤを上張りしなくても直接パテを打ち、クロスを貼れないこともありません。ですが、早い段階でめくれてくるリスクがあるので、できればやりたくありません。そしてベニヤではなく石膏ボードを貼ってもいいのですが、リフォームの場合は下地の位置が分かりづらい時などは特に、よりボンドが効くベニヤの方が安心だったりします。軽くて加工もしやすいので大工さん的にも扱いやすいようです。何しとんの俺。あ、
150円。まあ今日の見どころがいいから。安定の100ミリ間違い。もはや伝統芸。やらかしのタイミングが早すぎて、やらかしましたが言えませんでした。そういえば、チャンネル初期に清水さんと一緒に和室にベニヤ板を貼る動画。あれが多くの方に見てもらえて、視聴者さんが増えるきっかけになりました。もうあれから4年。早いものです。いいね。次はいいわ。次は洋室の天井下地です。このように真ん中が高くなっている天井のことを折り上げ天井と呼びます。昭和の後期に建てられた家によくある仕様です。3493。当初は既存の天井の上に直接ベニヤを貼る予定でしたが、急遽変更。下地を打ってふかすことにしました。75で入ってるな。しっかりくれ。クロスを貼ると白色の枠の変色が目立つということで、この際、下地で枠の塵をなくし、枠ごとベニヤで覆ってしまうことにしました。3部しかいかないんですよ。このまま。怖いの3部は。じゃあ、要所要所だけ50打って、で、タッカーで取ってく。ボンドはつけてももうテックス聞くだけの話だろ。な50の釘で尺5ずつでもうちは止まるの止まるわ。ステープルが少し短くて不安なので、釘を併用します。枠と天井の塵がちょうど15ミリなので、外周部をゴブ銅縁でふかします。3409。気持ちいい。静かにしていると聞こえてくる清水さんの独り言。現場のサウンドトラック。FM 清水ですね。ごめん、割れないで。中央部分の天井を張ります。5.5 ミリのベニヤは軽いけど油断するとたわみます。ここは2人でやる方が早くて確実です。行き上がったな。ああ、浮く。ごめん。やっぱそこはまたやな。引っ張るわ。引っ張ってくれ。そこ上がった。触らないね。タッカーのステープルが短いので、要所で長い釘を使おうとしたのですが、気をつけます。上からさ、釘の押さえたんだけどさ、ポンとさ、パッと浮くわ。この真ん中の天井は裏から枠の上に打ち付けてあるため、下から釘を打った衝撃で浮いてしまったようです。間はあんだな。ナースのあった。踏んだ。
寸法忘れてる。190数25です。100でいいか。どうやら下地の位置がバラバラのようで、カズさん少し手こずっているようです。こっちが、あ、ここやな。あ、そうなんだ。でもそこは清水さん。縦か。そう入れたよ。縦入りか。それさ、テックスさ、それジョイントやろ、そこやわ。大工歴45年の勘が今日も冴えます。ジョイント。これ。あ、それ、そこや。そこれね。あ、それテックスのジョイントやろ。うん。あ、それおるわ。ほら。あ、ほら。笑っちゃうわ。笑うかよ。いや、俺もあの感じだったら俺そうだと思ったけどね。俺もそう思ったけど。俺もそうか。もう二人で笑っちゃった。私はこの清水さんとカズさんの掛け合いがすごく好きで、ずっと見ていられます。ここにあったってことは105か。俺はここや。正解だね。ちょっとずれたりしてるんだね。下地の創作に時間がかかります。なんでや。不思議だ。これは OK。完全に騙されとんな。一尺五寸だったり、尺ピッチだったり、はたまた全然違ったり。ここかじゃあ。尺五だったらやっぱりもう手で叩いたの早いな。ここ。ね。そんな。勘の方が早いな。ちょっとふかすだけの仕事なので、サクッと終わらせる予定だったのですが、なんだか思ったよりも苦労しているようです。聞いてるよね、多分。うん。はいはいはい。そして、はい、OK です。OK よ。危な。大丈夫。びっくりした。危なかったね。今。屋根の上でも軽快に動くカズさんですが、脚立一段目から踏み外し、足をついてしまいました。ほんの一瞬の出来事。これがきっかけで、カズさんの長い膝痛生活が始まりました。下地を打ち終わり、あとはベニヤを貼るだけのはずでしたが、みんなこうやって全部拝むんです。みんな。チリは一緒なんだよね。全部チリ四方のここのチリはええね、動物でやると。もう現状こうやってうつむいてるでしょ。今はもうええって言うやんけど、ほんであそこでさ、あんまりにもひどいねんさ。これ。な、極端話、向こう4部、ここ2部ぐらいの。
5.5 足してご飯足すときはね。映像ではわかりにくいかもしれませんが、天井が中心に向かって落ち込んでいます。このまま晴れなくもないですが、見た目は確かに心配です。貼ったベニヤを一旦剥がして下地調整をやり直します。外周部は 12mm 足して、中は 5.5mm 足す、水平を取り戻すための地味な作業です。今まで天井の傾斜が気にならなかったのは、おそらく枠材の塵のおかげ。ちなみに枠の見つけより壁面や天井面が数ミリ控えている部分を塵と呼びます。塵をなくそうとしたことで逆に歪みが目立つようになった。そんなとこでしょうか。一時はどうなることかと思いましたが、無事に水平の天井が完成しました。ベニヤ下地が綺麗で、このままでもちょっとかっこいいかも。ダメですけどね。次は和室の建具と間仕切りの工事です。4枚の襖を撤去し、片引き戸と間仕切り壁を作ります。まずは特注サイズの建具枠を入れます。今回入れるのは片引き戸。扉を引き込む箇所には薄い壁を作らなければなりません。15ミリのチップできちゃう。収まりについて2人が話していますが、正直何を言っているのか分かりません。特注で作ってあるので枠はビスで固定するだけですが、これがなかなかの手間です。続いて中穂立てという薄壁の部材を取り付けます。敷居には通称ペッタンレールを取り付けます。次に間仕切り壁の下地作り。和室の境界は開口部が広く壁が少ない。家具などが起きづらい問題がありますが、これでひとまず解決しそうです。この現場はすべて 5.5mm のベニヤで下地を仕上げています。全箇所突き付け張りです。3を打って下地を組み、大壁にした方が早いかもと思う時もありますが、開口部すべてに見切り材を取り付けたりと、それはそれで結構手間がかかります。今回薄壁の厚みは約1寸、5.5mm のベニヤで15mm の銅縁をサンドします。際はインパクトのヘッドが邪魔なので、このような延長フレキシブルシャフトが便利。そして際のビス締めはロングウィットが活躍します。反対側に下地を足して壁圧を調整します。敷居やカモイとの取り合い、そして水平やクリアランスの計算。
薄壁を作ったり、取り付け後の立て付け調整、特注型引き戸といっても、取り付けるには結構な時間がかかりますね。尻壁ができました。和室の4枚引き違い襖が型引き戸に変わりました。よし、OK。最後にこちらのドアも枠付きの特注ドアに交換です。俺寸法間違えとったらどうしよう。建具屋さんに障子だけ作ってもらえば枠の分狭くなることはないのですが、ガッチガチやんか。大工仕事だけで完結する既製品ドアについ頼ってしまいます。最後に柱と建具枠の隙間にヒノキの見切り材を取り付けます。ちょっと斜めに落としてみようかな。あ、硬かった？面白そうなところやってますね。これがさ、硬いとんのか。ああ、バカ。まさかの。二分後にすぎ間違うよ。あどうしようかな、もうほったのかなと思って。和室と洋室のリフォーム、大工工事はこれで一段落です。でもまだ手を止めません。何してんのって笑われるかな。誰に笑われると？やっぱ同業者に。大工さんに。なんかこれは自己満にやってますからね。好きでやってる。もう今日最後でしょ。クロス屋さんが入る前にやっときたいんだよね。そうです。めっちゃ垂れてます。社長。嘘、待って。うわ、めっちゃ垂れてる。ちょっと待って。ごめん。下手くそやな。残りの時間でできる限りのことをしました。クロス工事が終わり、養生をめくりに来ました。最後にきれいにお掃除をして、工事完了です。
あ、やばい。すべてが完璧とはいきませんでしたが、弓道の着物が静かに存在感を放ち、趣のある空間に仕上がりました。ノスタルジックな空間が白で統一された明るい部屋になりました。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。